皆さん、こんばんは。第4回の、時間がやってまいりました。少し寝苦しくなった夜に、涼しくなるまで楽しんでいただければと思います。今日は、予告通りに静優子さんのおまけにして、お届けしたいと思います。静さん、こんばんは。こんばんは。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。書籍やメディアでご存知の方も多いかと思うんですけども、はじめに短めに、簡単な経歴などの紹介をいただけますでしょうか。はい、現在、ジオメトリーエンジニアリングラボの代表をしています石津優子と申します。ビムコンサルとかコンピューテーショナルデザインの、とかデジタルファブリケーションをベースに、事業を展開しています。今まだ始めて2ヶ月3ヶ月目なので個人事業としてはまだ始めたてなんですけども、それまでに、大手建設会社とか、いわゆる不動産スタートアップなんかで、ビムの、関連とかコンピューテーショナルデザインのツール開発とか、プラグインアドオンの開発なんかをしたりとか、本をパラメトリックデザイン with グラスホッパーっていう本を書いたり、教育とかトレーニングの方もやってたりします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それじゃあ、ここ最近の活動に至るまで少し、昔のことから、お聞かせていただいて、今日、勝手に用意させていただいたんですけども、石津さんが実際にとあるメディアで言っていただいている、上の言葉、そして、その下のことをですね、これについて少しずつ伺っていけたらと思います。じゃあ、はじめにですね、学生時代、留学中のことも含めて、どのような活動をされてきたのか、少し教えていただけますでしょうか。はい。私は神戸大学で建築の衣装系の、研究室、遠藤平先生のところで今建築デザインを勉強しまして、でその間にですね、大学院に進んで、ワシントン大学、シアトルのワシントン大学で交換留学をして、その際に初めて、デジタルデザインとか、グラスホッパー触って、ライノが1か 2ぐらいの時代なんですけど、グラスホッパー触って、デザインしながら、ファブリケーション CNC とかレーザーカッターとか、ワシントンの、大学なんですごい大きなそのショップって言われてる、ファブの機材が揃った研究室を見ながら、そこに、感化されて、大学院を修了した後に ETH のスイスの ETH というところで1年間 MS っていうそのマスターの人が行った後に行く1年半のコースがあるんですけども、そこで、より深くコンピューテーショナルデザインとデジタルファブリケーションっていう分野を、研究して、でそれから、日本に帰ってきてフリーランスから始めたという形です。なるほど。海外に行かれて、ある意味、初めてコンピューテーショナルデザインにあって、戸惑いなく取り組めたんですかね。どういうことを感じながら取り組んでたのか教えてもらえますか。もともと遠藤周平先生のところってすごい幾何学を使うようなデザインをしていて、そこでアルバイトとかしてたんですね。で、当時ベクターワークスとかマヤとかを使って、3D モデリングとかなんかもするアルバイトというかお手伝いみたいなのをしていて、割とその、当時マヤのメルを使ってなんかちょっとやってみたいなって思って、そんなに書けなかったですけど、そういう系の、パラメトリックデザインっていうのにはそもそも興味があって、だけどその自分がやりたいことと、スキルとツールが合ってなかったっていう状態で、割とそのアルバイトとかインターンとかしてる時に手作業でこう一つ一つ違う三角形とか数えたりとか、その寸法出ししたりとか、すごいなんていうんですかね、大変な作業を対してやることが多くて、でその後にワシントン大学でそういうパラメトリックデザインとかデジタルファブリケーションを見て、なんて
なんていうんですかね、その自動化ってすごいなと。今まで3、4時間かかってたことが2、3秒でできちゃう人たちがこの世にいて、今すごい面白いし、できたらいいなっていうのと、あとはデジタルファブリケーションが結構もともとすごく衝撃的だったところがあって、3D で、モデルを作って、それを部材に落とし込んで、それを組み立てて作るんですけど、あまりその 3D がそのままポコッと現実に出てくるっていう、3D プリンターもそう、まだまだその時ってなんていうんですかね、珍しかったので、すごくそのデザインをそのまま自分の好きなように形に落とし込んで作るところまでできるっていうので、実現可能性みたいなところを割と考えながら、その遠藤修正先生、割ととかじゃないですけど、すごく考えながらやっている建築家さんだったので、そういうところに、その幾何学とそういうファブリケーションってところにもともと興味があったっていうところです。なるほど。その高いエンジニアリングなり、ファブリケーションと出会って、その石津さんの中でデザインに対する向き合い方というか、価値観にはどういった変化があったんでしょうか。デザインに対する価値観っていうのは正直そんなに変わんなかったのかなとは思ってるんですけど、ただ価値観というか自分がやりたいデザイン、その当時本当にデザインがやりたくてそういうものを学んでたので、その自分がその提案するデザインに対してより強い、なんですかね、フィジビリティスタディというか、これならこういうことが立ちますよとか、これは作れるから提案できますよみたいな話ができるっていうところにすごく可能性を感じたっていうのと、そういう世界になってくるだろうなと、アンビルドみたいな形って言われてた形っていうのが、やっぱりそういう基準では考えられなくなるし、3D プリンターなんて分かりやすいですけど、ボックスをこう出すのと、すごい複雑なジオメトリーを出すのと、どっちが難しいデザインか簡単なデザインかっていう、その複雑性っていうのが作り方で変わってくるんです。だからそのジオメトリーの複雑性と作り方の複雑性っていうのが1対1対応してこないっていうところにはすごく衝撃を受けたのがあります。ありがとうございます。その時の衝撃や感じた可能性の大きさを現在ミートアップされていると伺ったんですけども、ミートアップやコンサルティングをされているというわけですけども、その現在の活動をじゃあ次は教えていただけますか。そうですね。ミートアップは、1年前ぐらいに始めて、友達と始めて、で勉強会みたいなのを、2週間に1回ぐらいやっていて、で今年の5月からもう少しその週1ベースで、いろんな人が集まって、そのメンバーさんが講師をしてもらいながら、それをハンズオン形式で、受けるっていうような会を、毎回土曜日ですね、土曜日毎週やってるんですけど、そういう活動を現在しているのと、でいわゆる、コンサルティングっていう形で、ソフトウェアの使い方、などの、教育トレーニングのところとか、もしくはその幾何学のベースの部分も、とかプログラミングの基礎みたいなところっていうのを、企業さん向けの、研修に伺って、でそれをきっかけにしてオンプロというかジョブで使うようなものにつながって、でそれをオンプロでやってる際にそのビーム関連だったりとか、その CAD 周りのより、なんていうんですかね、レベルが上っていうわけじゃないですけど、ちょっと階層が上になるアドオンとかプラグインとかを使ったものをやりたいという提案を受けて、でそういうツール開発なんかを仕事にしていて、軸としては3つの軸で、教育関連とコンサルティングと、ソフトウェア開発っていうのをやっています。なるほど。少し前にその話を伺ったときに、個人的に面白いなと思ったのが、その中で出会った人たちが結構個性あふれると言いますか、その方たちが作る、プラグインなり、コードにも個性があふれるというような話を伺って面白いなと思ったんですけども、
あ、そうですね、そうですね。はい、そのあたりを教えてもらってもいいですか？なんかまあ、多分実際に書いてる人からすれば、まあ、当たり前といえば当たり前の話なのかもしれないんですけど、割とその行動を見るとその人の性格が分かったりとか、まあ、こういうそのハンズオンとかをするとすごい一人一人の個性が出て、性格が出て、その交流をしてくださいって言われた時に、やっぱりそのバックグラウンドが皆さん違うのですごい難しいんですけど、うんそういうハンズオンをすると、まあ、テクニカルな面での情報交流っていうのも実際にできるし、でその人が何を考えてるかっていうのが、まあ、2時間しかその枠はないんですけど、その2時間で結構散りばめられてて、一人一人の個性、その興味の範囲と、でその人たちの性格とか、まあ、行動の生き方とかも見ても、まあ、こういうところに興味があるんだなとかいうのが、まあ、割と感覚的にその集まってるメンバー同士は分かったりとかして、でそれが非常に面白い感じになってます。なるほど。はい。なんかその情報化とか、まあ、プログラムというと、なんかある種、均質的な、確一的なものに向かうような印象も受けるんですけども、まあ、その人の性格とか、それまでのその人のバックグラウンドが多分に影響を受けるっていうのは、まあ、嬉しいと思いますし、なんか優しい世界だなと思って、はい、嬉しく、聞いてました。そうですね。だから結局私たちってそのコンピュータサイエンスをやってるわけではないので、まあ、そのデザイナーだったりエンジニアだったりそのリサーチャーだったりが自分の興味にある範囲に対して、まあ、自動化するプロセスでそういうコードを書いたりですうん、とか、その研究するためにコードを書いているっていうところがベースにあるので、うん、割とその多分今まで論文書いているっていうその論文っていうのと、まあ、コードを書いているとか、そのジョブでそのデザインとかエンジニアリングしてるっていうのは延長線でやってるからこそ、そううん、いうそれぞれの、まあ、個性、それぞれの個性なく多分コーディングうん、だけで食べれる、私なんかはそういうレベルではないので、まあ、そういう、なんていうんですかね、割と延長線で書いているうん、拡張のツールとしてプログラミングって感じですね。なるほど。まあ、多分聞いておられる方も、情報学部とか情報学科を出たわけではない、まあ、僕自身もそうなんですけども、そういうバックグラウンドを持つ人たちも多いと思うので、大変個人的にも励まされる話で、はい、嬉しかったかなと思います。もし、同じように情報学部、情報学科でコンピューターの専門家じゃないから、まあ、躊躇している人たちが、もし、学生か、大人かはわかりませんが、いるとしたら、そういう人たちになんかこう、伝えてあげたい言葉というか、メッセージはありますか？そうですね。まあ、私も割とその遅咲きなので、遅咲きって咲いてるかどうかちょっと怪しいところですけど、割と後からコーディングを学んだ人間で、まあ、20歳過ぎてからその大学 M2 ですね、M2 からコーディング始めてるので、割と今の学生よりも全然遅い段階で始めていて、で、まあ、コーディングって言ってもその時ってグラフィカルコーディングぐらいでグラスホッパーをちょっと使ってでそれからプロセッシングを使ってでだんだんその C シャープとかを使うようになってっていう段階を得てるので、まあ、そのうん、やったことなくても、まあ、やってみてもし好きだったら続ければいいですし、多分できるようになるタイミングって意外とこうブレイクスルーがこうボンってくる時があるんですよね。うん、が分かった、できそうですね。たっていう瞬間が来るので、まあ、それまでをうん、耐えれればうん、誰でも続けてればエンジニアリングのコーディングってできると思ってます。なるほど、なるほど。なんか僕も、はい、ある時、成長がポンってこう、何かの敷地を超えた時にあるっていうのは、僕も個人的に感じるところなので、とても共感するところですね。なんかそういう方がこの先たくさん現れたとして、なんか社会はどう向かうべきとか、まあ、そういう人たちを育てるべきだとすると、どういうふうに育てるべきだと思いますか？そうですね。まあ、育てる、どういうふうにべきというか、育つ瞬間が来るとしたら、やっぱりあの
そういうことをやってた人たちが上の世代になった時にやっぱりそういう育てるっていう土壌ができてくるのかなっていうふうに、感じてはいます。で、私もその始めたてのなんていうんですか、世代ではなくて、やっぱりちょっと世代的にはそのパイオニアの人たちがいて、その第2世代、第3世代っていう話が来ると多分すると第3世代、第4世代ぐらいの、世代的にはちょっと遅めにスタートしたと私は認識しているので、その次の世代の人たちが、進めるにあたってやっぱり私たち、自分の世代とは自分の世代としてどういうふうに次の人がより働きやすくとか始めやすくなるようにっていうのを土壌をやっぱり作っていかないといけないなと思います。それがやっぱりミートアップで今やってるような活動だったりとか、その割とそのオープンに、情報を交流をしたりとかっていうのを、やっていこうと思ってるのはやっぱりその私も学生時代にそういう勉強会、先輩方がやってる勉強会とかに参加して、ですごくそれで始めやすかったっていうのもあって、そういうことを自分ができる範囲ではやっていきたいと思ってます。なるほど。なので、ペイフォワードでどんどんその次の世代もまた教えるし、その次の世代も教えるしっていうことが続いていけばなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。第3世代か第4世代か分かりませんけど、その世代のパイオニアとしてみんながついていきたいばかり石井さんがおられるわけですけど、そうなるとやっぱり一体そのパイオニアが今この先何を見据えているのかが大いに気になるんですけども、今何を見据えてその、勉強会とかを開催していらっしゃるんですか？何を見据えて、そうですね、やっぱり全体的にこの、コンピュテーショナルっていうかプログラミングっていう部分でいうとできる人が増えたらいいなっていうのはすごく思っていて、でその先にやっぱり全体でできるようになったらそういうツール開発とかソフトウェア開発とかがどんどん進んでいって、今ようやくその API の話とかが、今まで仕事やってて多分5年ぐらいなんですけど、だんだん依頼としても来るようになってきたんですね。なのでやっぱり成熟していくためにはそのグラフィカルコーディングができる人が増えたりとか、そういうプログラミングの、基礎的な知識レベルの人がどんどん増えていって、でさらにその、活用したアイディアが出てきてっていうのが出てくると思うので、どんどん広めてみんなで成長していくっていうのをやっていきたいなと思ってます。なるほど。わかりました。そのみんなで成長するために、ご自身で教える立場も始められているということなんですけども、僕も一応教える立場としているんですけども、その教える立場として、これからどういう立場を取るというか、この成長点を迎えるまでにどういうふうに学生たちを見守ってあげたらいいと思いますか？そうですね、私的にその大事にしていることというか、企業さん向けに入っているときにすごく大事にしていることっていうのは、やっぱりそのやらせてあげるとか、教えてリードで書いてもらうっていうのをやってるんですけど、その時に困った時にいつでも救えるというか、失敗をさせない手助けをするっていうのをできればいいなっていうのを今考えていて、やっぱりこういう、ラーニングカーブが上がる前までっていうのはなかなか苦しい道ですし、分かる道筋が見えないので、そこをやり続けるためにも分からなかったらすぐに聞ける相手がいたりとか、そのフォローアップできるっていう体制を整えてあげて、その失敗を失敗で終わらせずに最終的に成功というか成功体験に持っていくっていうことが、できたらいいなと思って支援してます。とても参考になります。ありがとうございます。はい。ある種そういう失敗体験を、成功体験につなげるように、磨きながら、まさにエンジニアリングを磨きながら成長していくというのが、その上の方に言葉にある道具を大切にしない職人はということになると思うんですけども、
その下の、人間性が尊重されるということについては結構お話しいただいたと思いますので、はい、上の言葉の、背景というか意味をちょっと教えていただけますか。そうですね。ここだけ切り取るとすごく偉そうに聞こえるんですけど、すみません。すいません。むしろ自分がそのなんていうんですかね、気をつけていることとして、その自分が作ったツールとかを、使い捨てにならないように大事に次にも育てていけるっていうのを考えていて、それが、なんていうんですかね、その知識を蓄えていくっていうところにもなるし、それをしていくことでやっぱり成長していくっていうのもあるので、その一発それを作って終わりってさせずに次にまた、それを育ててどういうさらにいいツールに持っていったりとか、そういうことを考えていたりとか、その道具に結局いいデザインができることが正なので、私たちが関わっているその道具作りっていうのは、道具に過ぎないんですけど、そこをやっぱり大切にしているツール作りの職人さんがいないと、そのデザイナーさんはそれを使っていいものを作れないので、それをデザイナーっていうかそのツールを作る人もそこをリスペクトして、で作る側はもちろん精一杯作ってっていう、そう相互リスペクトみたいなのがないといけないんじゃないのかなと思って背景でこの言葉を言いました。はい、ありがとうございます。使い捨てにならない道具とか、それはきっと人にも当てはまると思うんですけども、すごく教育的な興味なので、もし大学教員いかがですかちょっと思ったんですけど、ちょっとそれはいろいろ答えづらいと思いますので、いや、本当に機会があればっていう感じですけど。はい、今日は大学に興味がありますかとは聞かないですけども、はい、もし機会があったら、はい、よろしくお願いします。なんかそれでも、デジタルを学んでいると、どうしてもアプリケーションに特化したり、もしくは扱っているプログラミング言語に偏ったりすることもあると思うんですけど、アプリケーションが変わっても、プログラミングが変わっても、蓄積されるような能力を、養わなければいけないと思うんですけど、はい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 。はい。なんか心がけておられることとか、この言語が変わっても、アプリケーションが変わっても、蓄積されるものっていうのは一体何なんでしょうか。そうですね、割と、なんですかね、最初の一つの言語を覚えるのは、私、かなり苦労したタイプだと思うので、それが一つ分かってから、第二言語の違う言語をプログラミングでやるってなった時に、すごく楽だったんですよね。なので、一つ目に始めたものを、一生懸命やってれば、そのソフトウェアが変わろうが、言語が多少変わろうが、そのロジックの組み方とかは、勉強の仕方とか、一番は勉強の仕方だったと私は思うんですけど、Google の書け方とか、意外に最初ってやっぱりうまく書けれなかったりとかして、欲しい情報を手に入れれないんですよね。でそういうのがやっぱりだんだんついてきて、さらにはやっぱりコネクションというか、一緒に勉強する人たちだったりとか、その人のネットワーク、泥臭い感じになっちゃいますけど、がやっぱり構築されてきて、今東京に来てから5年目なんですけど、そうなってからはものすごい学びが楽になりましたね。でやっぱり心がけていることとしては、今ある仕事を、着実にこなすっていうのと、そのネットワークとか人のコネクションを大事にするっていうのは、心がけてます。なるほど。わかりました。確かに学生さん見てると、エビットがいいのかな、ライノがいいのかなとか、MAX がいいのかなとか、Python がいいのかな、CK がいいのかなとか、いろいろ悩んで。わかりますけど、その悩みは私も常に持ってるので、すごくわかるんですけど。そうですね。どれが最適かはわからないので、ともかく始めろっていうことを僕は。そうですね、そうですね。触ってみて、よしあしも好き嫌いも触ってみないとわかんないので、まず書いてみて、でやっぱりリソースがあるやつがいいと思うんですよね。例えば C シャープできる友達がいたら、その C シャープをやってみると。そしたらもうすぐ聞けるじゃないですか。だからそういうのも結構大事だと私は思ってて、なのでプラットフォームとか、
オープンソースとかもそうですけど、そのコミュニティが育ってるかどうかで決めた方がいいよっていうのは私はよく言う。例えばライノセラスとかレビットだったらググれば出てくるとか、聞ける人がいるんで、どちら選んでも問題ないと思うんですけど、それがめちゃめちゃマイナーなソフトウェアだったら、問い合わせフォームに言っても誰も答えないとか、フォーラムがないとか、そのつまずいた時にフォローアップできないようなその土壌を選んでしまうと、なかなか厳しいかなっていう。なるほど。今のその、情報が拡散して学習ソースがある意味誰にも等しくなった時代だからこそ、逆に人のネットワークが必要というようなお話だったと思うんですけど、そのあたりが、石津さんが建築情報学会でやりたいことに、つながっているんでしょうか。そうですね。私学術アカデミア系ではあんまり活動してないので、私がもし貢献できる場所があるとしたら、そういう、コミュニユーザー層というかそういうプログラマーだったりとかエンジニアだったりの、コミュニティ形成に何か一役変えて、情報を発信する方に、貢献できたらなと思ってます。石津さんの本、学生めっちゃ楽しそうにやってますからね。めちゃめちゃ頑張って作ったんですから、堀川さんと。すごい頑張って作ってる。思い出がめちゃめちゃあります。すごい、先生できましたって嬉しそうに持ってきてくれますね。本当ですか、嬉しいです、嬉しいです。なので、本なり、石津さんご本人なり、その教育の続編が建築情報学会で展開されることは、待ってる方が、たくさんおられるんじゃないかなと。本当に第2弾書きたいんですよね。C シャープ系のもう少し開発系の本とか、第2弾の違うパラメトリックデザイン集の事例を3、40個を集めたやつとかでもいいですけど、第2版作りたいなと思ってるので。もう聞くだけで楽しそうなので。ぜひ書きたいですね。はい。ちょっとその本の構想もお聞きしたいところなんですけども、ちょっと時間が来ましたので、次回予告を、お願いしたいんですね。次回は、ちょっとお待ちください。はい。丹野さんをゲストに、今度は石井さんがホストということで、丹野さんから、どのようなお話を聞きたいなと思って、お呼びするんでしょうか。はい。個人的に、丹野さんって大きな会社に所属しておられて、最近独立した方なので、私もそうなんですけど、少人数の、組織っていうのが、大企業に対してどのようなアプローチで仕事ができるかとか、今、どういうコラボレーションの可能性があるとか、仕事において丹野さんが、今目指しているところとか、可能性を感じている分野だとか、そういうところを、お聞きしたいなと、仕事のアドバイスをいただけたらと思ってます。はい。いました。情報系で独立されている方で、もしかしたら進路、どのように事業を展開していこうという方にも、参考になる会になるかもしれないということですね。シンプルになんで辞めたのっていうそのあたりも気になるかなと。そうですね。オブラートに進みながら、質問をガンガンしていきたいと思います。わかりました。いよいよ本当に時間がなくなってきました。はい。石井さん、最後、もう1分ちょっとしかないんですけども、ちょうど1分になりましたね。1分しかないんですけども、最後に何か言い残したこと、メッセージあればよろしくお願いします。はい。今回、お呼びいただいて本当にありがとうございました。楽しく、お話できて本当に刺激になりました。では学生の方に何か一言で事前に聞いていたんですけど、本当に好きなことを研究したい分野みたいなのがあったら、ぜひそれをどこでできるかというリサーチをして、でそのできる場所に自分の身を投じて、でどんどん成功体験を積んで、進んでいくっていうところを、頑張ってほしいなと思ってます。そんな感じでどうですかね。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。
ちなみに石津さんの活動はい。とか、ことをもっと知りたいとか、石津さんの活動にちょっと関はい。わってみたいと思ったら、どうすればいいんですかね。それはどういう立場の方がですか？学生の方あ、そが。の T シャツは、T シャツの、はい。はい。T シャツはですね、買えますけど、どこで買えるあ、のかな。違います、違います。違います。その どういう GL でことですか？検索すればいいですよね。そういうことですね。すみません、全然なんか違うこと答えちゃいましたけど、ホームページあるので、そのホームページに事業紹介みたいなのは書いてあります。ただ、あんまりまだ内容で公開できるものがないというか、アップデートがちょっとまだできてないので、直接私にご連絡いただければ、こんなことしてますよっていう話、いなるほど。つでもお待ちしているので、はい、気軽に話しかけてください。はい。はい。振り方が雑です。すいません。じゃあ、はい、時間になりましたので、石津さんにさらに、お話聞きたい方は、石津さんに直接ご連絡ということで、はい、いよろしくおつで願いします。も連絡ください。はい。じゃあ、僕はこれでしばらく、いなくなりまして、次回は、石津さんと丹野さんで建築情報係チャンネルをお送りします。じゃあ、今夜はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。